AI が作った異世界転生もの第8話。第8話魔法と剣、そして連携。魔法の訓練を始めて数日が経った。火球を放つことには慣れてきたものの、まだ制御は甘い。力を込めすぎれば暴発し、弱薄ぎればすぐに消える。思った以上に難しい。レオン様、魔法の制御にはイメージが重要です。エリスが静かに言う。例えば炎なら、ただの火ではなく、槍のように突き刺す火や、はぜる火を意識すると、形が安定しやすくなります。イメージか、なるほど。俺は手をかざし、炎の形を思い描く。鋭く貫く炎。すると、揺らいでいた炎が少しだけまとまり、細く伸びる形になった。確かに安定してきたな。だが、それだけではまだ足りない。次は実践形式で訓練をしましょう。エリスの提案で、俺は剣と魔法を組み合わせた戦闘訓練に挑むことになった。訓練場。俺は剣を構え、エリスと対峙する。魔法と剣を連携させるには、動きの中で、自然に魔法を使えるようにしなければなりません。彼女が短剣を抜き、低く構える。では、始めます。エリスが一瞬で間合いを詰めてくる。早い？俺は剣で受け流しながら、片手で炎を生み出した。しかし、放つ前に、エリスの蹴りが俺の腹にめり込む。ぐっ。体勢を崩され、炎は虚しく消える。詠唱をする時間が長すぎます。エリスが淡々と指摘する。魔法は剣の動きの中で発動しなければ実戦では使えません。確かにその通りだ。次は動きながら魔法を発動してみてください。俺は深く息を吸い、再び構えた。今度は剣の動きと魔法の発動を同時に行う。エリスが踏み込む。俺はそれを見越して剣を振りつつ炎を指先に宿らせる。動きの中で魔法を。すると炎が剣の軌道に沿って現れ、斬撃と同時に発射された。エリスは一瞬目を見開いたが寸前で回避する。今のは悪くありません。淡々とした声だがわずかに驚きが混じっていた。ですがまだ未完成ですね。俺は息を整え、うなずいた。剣と魔法を組み合わせる戦い方、これを極めれば、俺はもっと強くなれる。そして、この訓練が終わった後、俺はエリスから一つの話を聞くことになる。レオン様、魔法には創造という概念があるのをご存知ですか？それが、俺が新たな技術、魔法創造に興味を持つきっかけとなった。チャンネル登録、高評価お願いします。